んだよ。今日は台東から飛び出してお出かけしに来てるんだ。どこだと思う？ヒントは、あれ？みんなわかった？そう、パックマン。ということで、今日はバンダイナムコ未来研究所に遊びに来たよ。今回も僕一人だと心配だからって富山さんがついてきてくれたよ。こんにちは、ライトの富山です。ライトでプレゼンターをしています。バブル、今日はよろしくね。今回はもうすぐパックマンミュージアムプラスが発売するっていうことで、僕と同じ1980年代生まれで長い歴史があるゲームキャラクターのパックマンに会ってみたい、お祝いの言葉を伝えたいと思って遊びに来たんだ。もうすぐ待ち合わせの時間なんだけど。はじめまして。はじめまして、パックマンミュージアムプラスプロデューサーのヨッシーです。よろしくね、バブル。よろしくお願いします。はい、バブルチャンネルをご覧の皆様、はじめまして、バンダイナムコエンターテインメント、うれつです。よろしくお願いします。パックマンと吉井さん、うでつさん、パックマンミュージアムプラスの発売、おめでとう。会えてとっても嬉しいよ。ありがとうございます。発売がスイッチと PS4 が5月26日、Xbox One と Windows PC が5月27日、Steam が5月28日なので、もうすぐですね。マジで？もうすぐですね。もうすぐです。もうすぐ発売。わかんない、番組でってことは、一足先にもう実際のゲームを見れちゃったりするのかな？見れますよ。ただここだと見せられないので移動しましょうか。はーい、見たい。せっかくだからお話もいろいろ聞きたいな。すごい、パックマンのお部屋だ。壁にタイルでパックマンが描かれてる。この部屋はどんな時に使う部屋なの？バブル、聞きたがりだね。ここはね、12階の打ち合わせスペースの一角の部屋なんですけど、この部屋を作ろうっていう時に、一度総務部がちょっとならではの部屋にしたいんですよ。どうするんですかってなって、なんかパックマンのなんかちょっとあしらった感じでやりたいんですよって言われて、もうやればいいじゃんって話したんですけど、で総務部が持ってきた案がタイル張りにしたいんです。なのでタイルで迷路上に走ってるっていうのをやりたいんですって言われて、じゃあ 16×16 のドット絵と同じにしたらいいよって言ったら、本当に職人さんが16個縦横にこう並べて、手ですよ、手で作ったのがこの部屋です。だから田山さん、ちょっとお風呂っぽくないですかね？すごいですね。ちょっと、ね、本当にお風呂屋さんっぽいタイルで。カポーンとしますか？ああ、そうですね。しません。クッキーも、パワークッキーも、そう、各アイテムも、フルーツも、全部すごいです。楽しい、いるだけで楽しい部屋になっております。はい。会社の中がパックマンの像やグッズで溢れていたけど、パックマンはやっぱりバンダイナムコエンターテインメントさんのシンボル的存在なの？はい。この会議室もそうなんですけど、社内の、オフィスの至るところに、パックマンやゴーストが書かれていたり、パックマンのグッズがあちこちに置いてあったりしていますね。そう、ですね、パックマンって1980年にナムコで生み出されたゲームで、この頃からずっともう40年ぐらいもう CI キャラというかコーポレートアイデンティティのキャラとして使われてきていて、今もやっぱりそこは生きてます。でさらに言うとその使われ方は加速していて、いわゆるバンダイナムコエンターテインメントだけじゃなくて、我々バンダイナムコグループとバンダイとか言われるんですけど、そこ全部含めて世界中で今活用をよりしてるっていう状態なので、当然この会社の中あちこちもパックマンだらけ。そう、すごいですね。パックマンだらけだ。そうですね。もっと言うと最近だとエンジェルスの球場にも今ロゴ新しくなったってバンダイナムコ、それと一緒にパックマンたちも出たりしてるんです。すごい。あちこちで見たらバンダイナムコねみたいな象徴でございます。世界で活躍するパックマン、すごいなあ。僕も負けないぞ。パックマン
マンの活躍も聞けたし、実際のゲーム見てみたい。はい。それでは実際の画面を見ながらパックマンミュージアムプラスについて紹介します。はい、パックマンミュージアムプラスはパックマンの名作の中から14作品を収録したタイトルになります。このようにゲームの筐体を模した、ところに行くとゲームがプレイできるという形になっております。ミュージアム形式ですね。楽しそう。こちらのゲームセンターを、壁紙や、床やあとは筐体のデザインを変えたり、インテリアを変えたりするカスタマイズ機能も、要素としてあります。なのでオリジナルのパックマンから14、あと計14個あるんですけど、それ遊ぶだけじゃなくてこのアイテムを集めてって自分ならではのこのゲームセンターを作る、でそこをフラフラして楽しむというところを含めてのミュージアムですよね。そうです。はい。筐体はですね、国内版とか海外版とかちょっといろいろ織り交ぜてデザインが作られてます。プラス家庭用は筐体はないので、そこはこうやってオリジナルのものを作って、もし仮にゲームセンターにあったらこうだよねっていうようなデザインのものがありますね。ねえねえ、僕もパックマン遊びたい。あれバブル、パックマン遊んだことあるの？あるの？もちろんあるよ。あまり上手じゃないけど。バブル遊んだことあるんですよ。さすがですね。バブル何歳なの？僕はずっと10歳だよ。永遠の10歳ですよ。永遠の10歳か。そう。お、始まりましたね。オリジナルのパックマンだね。パックマンルール知ってるのかな、僕。知ってると思う。もちろんだっ知っててるよ。普通に遊んでるの。このクッキーを全て食べるとステージクリアになります。そう。ものすごいシンプルな説明だけど。ありがとう。おうまい。いい感じ。積極的に食べるタイプですね。バブルうまいね。でしょ？これは80年に岩谷さんが開発したゲームですけど、やっぱり女性でも誰でも遊べるものっていう発想で作られたゲームですよね。なので食べるっていう動詞をキーワードに作れば、女性でも子供でも楽しくできる、遊べるゲームができるんじゃないかってできたのがこのパックなんですね。あとこんなにカラフルに作られたゲームとかって多分あんまなかったと思うんですよね。そうですね。レバーが1本だけっていうこともないっていうのがすごかったですね。これね、実はボタン入れる入れないの検討も実はあったみたいですよ。それは企画書で残ってるんですよ。でもやっぱり選んだのって正解ですよね。ボタンがあったらどうですか？そんなこんなで日本でもヒットしたんですけど、アメリカでも予想外の大ヒットした。まさにパックマンフィーバー。フィーバーになっちゃったんです。クリアしました。クリアした。いまだにアメリカ人の方はアメリカで作ったと思われてる方は結構いらっしゃるんですね。バブルもうまいね。やっぱりパックマン面白いな。一番最初のパックマンは遊んだことがあるけど、他のタイトルを遊ぶのは初めてって人にはどのタイトルがおすすめなの？そうですね。今回新旧のさまざまなタイトルを収録しておりますので、まずパックマンを遊んでもらったら次スーパーパックマン。順番にね。パック&パル。順番にね。パックマンの歴史をたどっていくと、ちょっと進化とか発展の過程が見えて面白いかもしれないです。あとは、パックマンアレンジメント、アーケードバージョンとか、パックマン256とか、複数人で遊べるタイトルもございますので、そういうのを家族やお友達とプレイすると楽しいかもしれないですね。一人用で遊んでもよし、あとは今言ったオリジナルのこの迷路の中でパクパクで食べる原作遊んだ後は横スクロールのパックランでやったりとか、いろんなジャンルのゲームあるなっていう目線で次々と遊んでもらうといいかな。ただ家族の人はですね、パックマン256とかいいと思います。あれは下からどんどんバグが襲ってくるんですけど、それを4人で
協力しながら逃げ続ける。そしてゴールがないです。だからどこまで逃げれるかっていうのがやるとめっちゃ盛り上がります。おすすめです。そうなんだ。僕もモブルンたちと4人で遊んでみよっと。ぜひ遊んでみてください。ところで、パックマンシリーズの移植はどんな基準で収録タイトルを選んだの？はい、今回さまざまなジャンル、のタイトルを、入れておりまして、先ほどウレスさんが説明があった、ドットイートゲームのタイプもあれば、横スクロールアクションもあれば、パズルゲームもあるという形で、なるべくこうたくさんのパックマンゲームを、収録したいなっていうところと、繰り返しになりますが、家族とかファミリーとか、皆さんで遊べるものも、含められたらいいなっていう部分で、あとは14個という、ボリューム感ですね。ここはちょっと出したかったかなっていうところはあります。はい、以上です。すごいですね。パックマンのやっぱり1980年からの長い歴史がこの人に。でもこれだけじゃないですもんね。他にもいろんなそうバリエーションありますもんね。バリエーションですよね。改めて調べたんですけど、80年からなんだかんだちょっと歯抜けあるんですけど、年1ぐらいでは新作出してたんです。出してるんですよ今ね。その中でもこれは遊んでほしいかなっていうのをまずは集めたって感じですかね。そうじゃあシリーズの代表作が集まったって感じですね。はい。お得だと思います。ゲームセンターをカスタマイズできるところとかいろんなこんなバラエティの要素が入ってますけど、結構若い人向けも意識されてると思うんですけどね。この商品としてターゲット層はどのくらいだったんですか？どのくらいなんですか？どのなん辺のターゲットか狙いはあるんですか？お客様のというか。そうです。オリジナルのパックマンですとか、当時アーケードで遊んでた方はもちろん、そのお子様とか家族とかでももう気軽に遊べるように、ゲームセンターのカスタマイズの機能とかも、入れております。はい。ターゲットって言い方をすると全人類。そう広く。パックマン年代性別問わず皆さんから愛されてますので、はい。やっぱり僕らがほらオリジナルの世代じゃないですか。そうですね。ここは当然ずっと好きでいてほしいんですけど、そのお子さんとか、この後孫と次から次へと生まれてくる人が触れてくれて、なんかそばにいてくれるといいかなと思ってくれるようにするのが割と僕らの目的なんで、目標か、そんな意識でやっております。一人で最初のパックマン一人で遊べるゲームから始まりましたけど、複数子供と孫とも1年3世代で遊べるパックマンになってるわけですね。そうなんです。すごいです。こういうグッズとかでもね、知ってくれた方もいらっしゃいますので、そういう人たちにぜひ今回のゲーム遊んでもらいたいなと思いますね。なるほど。ありがとうございます。誰でも楽しめるゲームだからきっと長く愛されるんだね。僕も未来の人たちにまで愛されるように頑張らなきゃ。そうそう。我々も前スペースインベーダーインビンシブルコレクションっていうパックを出してましたけど、移植だからこそですね、この苦労する部分もあると思うんですけど、今回のこの商品どういうところか苦労することがありました？裏話ですね。なんかどうでした？言える範囲で。そうです。どの辺工夫されたんですか？そうですね。やっぱりオリジナルを、再現するっていうのは大前提にはなるんですけど、やっぱりその上で当時のプログラムがやっぱり分かる人がいなかったりとか、資料がなかったり、そこの解析の部分とかはやはり苦労しましたね。解析とか再現した後のその検証ですかね。やっぱりその辺って詳しい方とかの知恵も借りながらやるしかないので、プレイ感覚が一緒じゃないといけないですもんね。プレイ感覚ってやっぱ難しくて、ゲームセンターってレバーとボタンが基本じゃないですか。インベーダーもそうですけど、そこの感じとプレイステーションとかスイッチに置き換えると、実はそこですでに操作性変わってくるんで、そこを含めて確かになんか当時の感覚かなって持っていくのって難しいと思うんですね。でもこれがいいと思って使えたってことですよね。はい。さすがに。富山さん多分いっぱい苦労してます。
そうですね、スペースインベーダーもこういろんなね、こうコントロールパネルのこう使ったところでね、日本とアメリカでも違うし、パックマンももちろんそうですよね。筐体の形も違うし。でもそこは皆さん、当時の思い出がある方は、思い出補正してください。見えないところの苦労とかこだわりが面白いゲームにつながってるんだね。勉強になるなぁ。実はね、パックマンと僕、不思議なつながりがあるんだ。僕のゲーム、バブルボブルフォーフレンズや新作パズルボブルのプロデューサーが、実はパックアタックの開発に関わってた人なんだって。そうなんですね。マジか。今日はこの来てないんですけども、せっかくだからじゃあ電話してみましょうか。電話参加。はい、こんにちは、山下日光です。おお、日光さんじゃん。久しぶりです。ご無沙汰してます。日光さんがパックアタックの開発メンバーだったっていうことは、もともと日光さんはワンダイナムコエンターテインメントさんにいたんだね。そうですね、私が1992年にナムコに入社して、で、事務研修終わって、コンシューマー開発課というところに入っていただいたんですね。で、その時に、その部署のところに置いてあったのが、パックアタックの元になったリズモギャング・ザ・パズルという基盤が置いてあったんですよ。で、業務ですね。業務用です。はい。で、なんでかなと思ったら、ちょうどその先輩が、片山さんという先輩が、家庭を移植するってことが多かったんですね。で、一回遊んでみて、これすごい面白いなと思って、新規研修で開発機材を渡されるんですけど、その開発機材を使って勝手に移植して、自分の席で遊んだりしてました。勝手に移植される。パックアタックにはどんな風に関わっていたの？はい、ですね、リズムギャング・ザ・パズルというのを一番最初に配属されて作り始めて、で、それは完成したんですけど、その後北米で出すのにあたって、パックマンのキャラクターに変えた方がいいよって話になったんですね。で、その時に、もともとメインプログラマーだった片山さんがディレクションに変わって、私がプログラム改造するという形になりました。で、片山さんの方がこの中華街の横浜の方にコラボしたやったグラフィティアートを持ってきて、こういうアートデザインにしようよ、かっこいいからっていう話をされて、今のパックアタックのデザインに生かされてですね。で、あとはデザイナーの人とかも撮っていて、もともとコズミアム・ザ・パズルだとスターだった時に、パックランドのフェアリー、あれが助けたお礼に今回は助けてくれるという設定で、細かくフェアリーの動き、一度と一度と指定されていたということなんですね。その後にプレイステーション用でアニコアンソロジーというのがあったんですけど、その時にパックアタック収録して、その時が全体ディレクターが田中剛で、プログラマー松本大で、私がプランナーとして関わっていて、でさらにサウンドはキリンジンというというメンバーで作っていましたね。あと、設定が実はつながってるっていうのをちょっと要注目で、パックランドのフェアリーが実はこのパックアタックでは逆に助けてくれるというか、おもてなししてくれるっていう設定を知って遊ぶとより面白いと思います。ファンのそうです。ぜひこっちも我々も知ってると思いますけど。そうなんだね。意外なつながりだな。面白いお話だったな。日光さん、ありがとう。では私は失礼します。日光さんありがとうございました。ありがとうございました。吉井さん、宇哲さん、たくさんお話聞かせてくれてありがとう。ありがとう。バブルの前でパックマンの話をするのは不思議な感じでしたよね。パックマンありますから。はい。パックマンミュージアムプラスは5月26日発売となります。パックマンのゲームが14タイトル収録されている上に、ゲームセンターをカスタマイズできる、要素も入っておりますので、ぜひ、お気に入りのパックマンゲームを見つけてください。よろしくお願いします。はい、視聴者の皆さん、今日はありがとうございました。そして、タイトルの皆さんもありがとうございました。ありがとう。続くのかなというわけで、パックマンミュージアムプラスは、その
吉井さんから話はありましたが、浅井さん、本当に初代の原作のドットイートから横スクロール、パズル、複数人の協力といろんなパックマンのゲームが詰まってて、この価格なんでぜひ気軽にですね、手に取って楽しんでいただければと思います。吉井さん、レイさん、今日はもうありがとうございました。パックマンの歴史と、あとバンダイナムコさんなのかなとタイトルの意外なつながりなんかもそうですね、勉強になりました。本初代のパありがとうございましたックマンしか遊んでないけど、他にも楽しそうなパックマンシリーズがたくさんだったね。もっといろいろ遊んでみたい。パックマン、なになに？一緒にゲームしよう。遊びたい。僕もゲームキャラクターだからね。負けないよ。これは当やる気ですやる気満々だな、これ。お互いやる気満々だな。ということで次回の動画では僕とパックマンでゲーム対決するよ。次も見てね。またねー。